こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続き、人口8万2000人からだよ。空港を建てたね。目標の人口10万人、メトロポリスに向けてラストスパートだ。今回開発するのは、前回買ったタイル2つの上側だね。まずは町の境界付近まで高速道路を浮かせて、下道も適当に引いちゃえ。おっと、鉄道も忘れずに。鉄道はどうしよっかな。最初に引いたマット橋の鉄道が適当すぎるから、さすがに再設計も考えたいところだ。と考えている間に新しい鉄道が完成。南と自然につながったから、あまりに変なルートは消しちゃおうか。謎の隔離されたリサイクルセンター。隅っこは落ち着くからね。これでお片付けは OK。さて、今回は時間を進めながら開発しちゃうよ。人口が少しずつしか増えないから、作業中にも増えてほしいところだ。まずは駅前の開発から始めて。高速インターを挟んだ向こうも開発。対岸が遠いところは橋を新設。渡った先が微妙。後で作り直そうかな。コーヒーで一息ついていたところ。猫にコーヒーを与えるのはやめようね。次のマイルストーンを達成。人口8万5000人、メガロポリス。メトロポリスを越え、メガロポリスを越え、メトロポリスを目指す。メトロポリスって2種類あんねん。我々が目指してるのは実績の10万人の方ですね。開放要素はモニュメントに国際空港。モニュメントは初めて聞くやつだね。国際空港は大きくて地下鉄一体型な空港。改めて国際空港を建てたい場所はないかな。次週のプレイがあれば考えよう。モニュメントは前提ユニーク施設を6つ建てると作れるみたいだね。今からやるには所持金マイナスとか厄介なのが多いからこれもパスだね。好き嫌いの分かれる行動を実績や要素解放で強制しないでほしい派。そしてマイルストーンは今のメガロポリスで最後だ。じゃああとは本当に10万人到達だけですか。そうだね。ラスト1万5000人頑張っていこう。して今は何を？地下鉄の構造を考えてるよ。先に道路を引いてしまうと苦労するやつ。しかし地下鉄駅は道路がないといけないのだ。その辺の手順的な正解、結局最後までわからなかったね。気に入らないところはあるけど、とりあえずこんなものかな。やたら川沿いを走っていたり、終端がぐるんとしていたり。私の仕事は人口を10万人にすることなので、その後のことは次期市長が何とかしてくれるでしょう。未来への負債。そういえば参考までに国際空港はこれくらいのサイズだって。でかすぎんだろ。最初からこれありきで設計してないととても置けないね。
高架道路があると電柱と干渉するから電力網が途切れて厄介。そんなところは公園、リサイクルセンター、仮想場などの公共施設を電柱代わりにするパターン。その辺は騒音郊外も気にならないし、どうせ騒音があるから汚染を出しても関係ないからね。と言い換え今更だけど、仮想場って住民には嫌われないんだね。それどころか、建てると近所の住宅に幸福マークが出る。ない方が困るけど、それでも気にしないを超えて喜ぶのは意外だ。宗教観の違いもあるのかな。ゲームを通じて世界を広げられるのはいいことだ。日本狼もそう思います。高速道路の向こうにも開発の手を伸ばし、そろそろ人口9万人、締めに入りますか。まずはリゾート地区に海賊船。水族館ね。シティスカあるあるのカラフルなおもちゃっぽいデザイン。モダンなものとの差が大きい。引き続き、大型モール。すっげえ、大型モールだ。劇場版でこの辺が爆破されそう。場所は空港に移り、オペラハウス。なんと言えばいいかよくわからない形だ。皆さんは何の形に見えますか？ぜひコメントで教えてください。お次は西の鉄道の入り口付近。映画館。レンガやタイルでレトロ感が漂う。それが良い。シルクハットをかぶったおじさんが映写機を回してそう。映画への解像度が低い。まだまだ行くよ。ビジネスパーク、公園かな。このサイズで椅子が4つしかないんですが。少ない椅子を奪い合う、まさにビジネスマンのための公園だね。作者の人そこまで考えてないと思うよ。最後は新エリアに、ラングス・オブ・ザ・シティ。直訳すると街の灰。そこはかとない神社館。現実にもこんな感じの場所あるらしいね。絶対気を切ろうとすると工事関係者が事故に遭うやつじゃん。ユニーク施設を建てるのは最後と約束したな。あれは嘘だ。区画間の隙間にシアター・オブ・ワンダー。そこはかとないニコニコ本社館。爆発ネタに始まり爆発ネタに終わると。そして街の開発は進み、人口は9万3000人。家が建つのはややローペースながら、渋滞などの問題は出ず。このまま行けば次回で無事終わりだね。平穏に楽しい気持ちで終わりたいね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。